こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。このアニメ頭おかしい。下半身丸出しで放り出された。正直このアニメ見直した。最高やな。パンツ返してあげて。ピンクはもうダメだ。青の次はピンクが落ちてしまった。ピンクは新たな世界の扉を開いた。おっぱいも出さずに視聴制限の条件満たしやがったぞ。パンツない状態で変身解除したらどうなるんだ。すっきりしちゃった。下的な意味で。そりゃ出したからな。すっきりする。やべえ回だった。おむつしてるから大丈夫と言われても、人間としての尊厳的にね。なかなかハイレベルな回だった。作画は省エネ気味だったがアイデアの勝利だな。後半バトル多めになるから温存してるんだろう。毎回ハードル上がってるのによく勢い落ちないな。作画が毎回ギリギリっぽいのに内容でひっくり返してくるからすげえよ。最高だった。これ神回やろ。おもらしプレイする女の子があんなにエロいとは。一期で赤ちゃんプレイ会見られて嬉しかったわ。ありがとう朝日プロ。完全に特殊性癖に目覚めさせられてるやん。今回はエロより笑える回だったな。漏らしたシーンがあれば伝説になってたが、さすがに中学生じゃ無理か。おむつは好みは枯れるからな。この世界の魔法少女はいろいろダメっすな。はるかちゃんが主人公だったな。普通の魔法少女ものになるかと思いきや、ママなのか赤ちゃんなのか、そんなおもらし案件で興奮しまくりたまらん。はあはあ。確かに激戦だった。赤ちゃんプレイからのおもらしプレイは高度すぎるだろう。赤ちゃんプレイ来た。いろいろヤバすぎる回だった。ネロアリスちゃんの刺激的な表情すごく良いですね。恐怖や絶望ではなく、単なる尿意我慢からの漏らしをした魔法少女って過去にいるかな。まさか赤ちゃんプレイで1話使うとは。次はようやく待ちに待ったアズール回だな。マゼンタはママで赤ちゃんで、キノコが大好き。意味深。濃厚な赤ちゃんプレイ。2度も ATX 出資条件クリアしてた。はるかママいい子なんだけどいろいろ残念だな。我に返って魔法少女の姿に戻るタイミングが素晴らしかったわ。優しくて面倒見の良いはるかちゃんのバドミに甘えたい。一方で攻守逆転してはるかちゃんを気持ちよくしてあげたい。結局敵にいいようにやられただけだった。マゼンタが赤ちゃんになるだけじゃなくて、成長したままの赤ちゃんプレイも見れるとか、マジで最高すぎる。前田香織もこれで富田美優に半歩近づいたな。どうなってんだよアミューズ。これで良いのかアミューズ。ウテナちゃんほとんど出番なかった。すまん講習めちゃくちゃ性癖に刺さったわ。赤ちゃんプレイ。刺さる人は刺さるだろうね。今日はマニアック回だったな。おむつの印象が強烈すぎて主役今回出てたっけで前半の記憶飛んでたわ。あれ、主人公出てた。エロ取り持ちで魔法少女たち脱がしてたろ。せっかく派遣候補だったのに、タコ嫌い設定のせいで大阪で不買運動が起こりますね。このアニメの劇場版とか作ったら絵柄に騙される幼女がいっぱいいるんだろうな。ちゃんと R15 とかになるだろうから。黄色はどういう方向に落とされるのか。一気でそこまで行くか順番変えてやるかどうか。黄色は結構粘るんだな。主人公出番なかったな。さっきも言ったが、振りも出さずに視聴制限の要件満たしてるの初めてだわ。開始早々出てただろ。よくわからんが、振りは出たじゃない。これは完全版を見るしかないアニメだ。いい年こいておしっこ漏らす大人なんかいないだろう。最近残尿感がひどくてね。地上波は7話で打ち切りの可能性が出てきました。クレーム入らなきゃいいけど。ずいぶん低く飛ぶんだな。ほがらかに笑った。グラウンドエフェクト L なら低い方が有利。ハーマンよりも低い。パン作って変か。低中。あの設定なんだったんだろう。キャラソンでプライドパンツ作ってたし。作画ええやんけ。ツインテールの青かよ。ブール M に目覚めるイエロー戦闘狂。ピンク新たな世界の扉を開いたかもな。魔法少女とは何なのか。
アズールがまともだったな。激しい戦闘で頭でも打ったかな。次こそはアズールなんだろうな。いい加減全裸で待機もきつくなってきた。次回のタイトルで確定。丸ごとアズール会じゃなかろか。なかなかヤバい回だったな。夜の学校の便所でパンツ洗ってるの吹いた。マゼンタがアズールみたいに開発されたら泣く。力入れるべきところの作画はしっかりしててよかったな。今回はすごい間に合うけプレイだな。一部のお友達大興奮か。ウテナちゃんがいなくてもここまでやれるマホはマジでとんでもないポテンシャルだな。結局ポリスちゃんが好き勝手しただけじゃねえかって思ったけど、いつもはウテナちゃんが好き勝手してるだけだから通常営業やな。赤ちゃんプレイはさすがに高度すぎる。日本人でよかった。マホは特殊性癖レベルが今期アニメの中でも団地だ。なんかこの手の作品にしては安易に胸でも見せとけではなく、よりディープな世界に引きずり込ませようという制作者の本気を感じる。はるかとコリス、仲の良い二人が変身をすれば戦う運命。おままごとが好き、その願望が斜め上を行くのが良いですね。八百屋でトイレに行きたいが伏線になっているし、おむつからのおもらしシーンには興奮する。限界を超えたリアルおままごと好き。コリスちゃんと出会ったはるかちゃん。まさかこの後ネロアリスちゃんになったコリスちゃんに赤ちゃんプレイさせられるとはつゆ知らず。トレスマジアの馴れ初めも見られたけど、マゼンタちゃんのおもらしいウィズやらしい幼児対抗ボイスにかき消されちゃった。ウテナをはじめ自分の潜在意識を刺激され顕在する性癖という盗作的な面白さを感じていたが、ポリスが母性に目覚める鉄板の展開がありつつ、今回は潜在意識を刺激されてもオカンを顕在させるはるかの強さと優しさを感じたは数でした。トレスマジア誕生秘話の回として、はるか、マゼンタ、なくしてトレスマジアは存在しなかったのを感じる。あと、全く関係ないけど、棒忍者漫画のイタチのセリフを思い出した。ほかげになったものが認められるのでなく、皆から認められたものがほかげなる。はるかに当てはまってるかなって。誕生秘話っていう割に、話としてははるかとカオル子の関係性って感じだった。魔法少女らしくないカオル子がトレスマジアに入った理由は、はるかにほだされて、狂言回し役はネロアリスで、マジアベーゼは今回で番出しだったけど、ここでもちゃんとコリスのほの暗い欲望を描いてきてるのは、さすが抜かりない。ざっくり大まかに全体の脚本を見ると、良い話っぽいカイデニチ朝作品かな、と思わなくもないが、エロとサルファの共合性の問題で、深夜でしか流せないという。マゼンタやネロアリスはあまり毒々しさがないから、ウテナやキーみたいな汚らしさが足りないな。邪念のない子供と魔力の組み合わせの最悪さに、俺は今更ながら戦慄している。今回は魔法少女の赤ちゃんプレイ。やっていることは実質洗脳なのに、その洗脳が解けて以降も、赤ちゃんプレイを続行してしまうあたり、あの娘もダメかもしれない。トレスマジア3人が揃った過去の回想や、コリスとの交流や、ネロアリスの表情から憂いを読み取る、はるかのヒロインらしさと赤ちゃんプレイを、反復横跳びするシチュエーションの妙が効いた回。セリフがないコリスの笑顔やあくびも純粋さを表せてる。中学生の裏若き乙女でもある魔法少女に、おむつを履かせておもらしさせるなんて、極悪非道すぎるぜ。未だかつてらへ顔しながら言っちゃってる魔法少女なんて、見たことないぜ。6はサイ&コーだったね。いろいろあったけどすっきりしちゃった。じゃねえよ。はるかの無償の優しさや世話焼きぶり。それゆえに時には息抜きもあってもいいし、解放されるとそれは気持ちよく、みたいな話を赤ちゃんプレイを使って丁寧に描写する以上アニメだった。いい話と変態の映像が交互にやってきて、情緒がヒートショックの状態。癖の強いモブヤオヤだ。さすがに乳幼児はまずいのでは、元の姿に戻ったからセーフ。少しアウトだったような。ポリスちゃん大人化が解除されたのは嬉しいよ。サルファがいい感じの巨大感情思い出に浸ってる頃、マゼンタは赤ちゃんプレイしてるの。ひどくないっすか。互いの素性を知らぬまま仲良くなった魔法少女と悪の幹部に待つ悲しい物語。とはならずに赤ちゃんプレイからのおもらしという、
高度なプレイに走るのが実にこの作品らしい。はるかの優しさと母性がトレスマジアを誕生させた良い話が台無し。アズールは出るだけで笑える。ポリスと仲良くなったはるか、オカンキャラに目覚めたと思ったら赤ちゃんに。元に戻っても赤ちゃんプレイを続ける優しさが尊い。カオル子を魔法少女に導いたかっこよさを見せてから、放尿してスッキリという楽さが最高。この辺りから魔法少女側も深掘りしていくのか。マジアマゼンタはすごくいい子。困ってる人を放っておけない性格。すごく好き。魔法少女になるべくしてなった子だわ。素敵な笑顔でみんなを助ける姿は応援したくなる。ちょっと魔法少女側に傾いてきましたわ。コリス、はるかって意外。この開口が心温まるとはいかないか。ネロアリスの方向性はなんとなく見える。けど、具体的な説明ないから薄暗闇が残って印象的。カオル子変身しなくても強い。二人には暴力性隠さなくてもいいから案外付き合いやすいのかも。パンツを洗うマゼッタがアズールとサルファの中を取り持つ姿が描かれた序盤。ネロアリスに赤ちゃんプレイされつつ純粋無垢に二人との絆を確かめた彼女がパンツを濡らした果てに二人の母的存在として見せる締めが心地よい。正体知らぬまま交友を結ぶコリスとはるか。そんな二人を戦いが悪と魔法少女、敵味方に隔てる悲しい展開。いいな、おむつプレイに発展するのが本作。相変わらずのヤバさも、キャラの魅力、魔法少女の自覚や絆まで、多くをさらりと盛り込むのがうまくて悔しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。